のささやきの朗読やあのキャンプの夜、俺は管理人に言われた一言をまだ覚えている。あっちの店には絶対に寄るな。絶対にだ。理由も説明もなく、ただそれだけを言われたんだ。俺とミノルとアヤの3人で来たキャンプ場は山奥にあって静かだった。昼は川の音が心地よくて、サイトも空いていて、焚き火の準備も順調だった。夕方になり、温度が下がり始めても、特に異常はなかった。ただ、管理棟の前を通りかかったとき、管理人だけが俺の顔をじっと見ていた。君ら、帰りはどっちに降りる？西の道です。管理人は一瞬だけ眉を潜めた。そして地図のある一点を指で押さえて低い声で言った。ここに明かりが見えても絶対に寄るな。昔から戻れなくなるって言われている場所だ。冗談だろ、とミノルは笑った。だが管理人は笑わなかった。目が真剣すぎて冗談には聞こえなかった。その夜俺たちはいつも通り焚き火を囲んだ。ただ薪が弾ける音のたびにアヤが何度も後ろを振り返った。理由を聞くと誰かの気配がする、そう言うんだ。確かに木立の奥から時折カサッと乾いた音がしていた。獣かもしれない。だが足音は二足歩行のリズムだった。深夜になる頃、俺は落ち着かない胸のざわつきに耐えきれず、テントの外に出た。月明かりの下、木々が妙に同じ位置で揺れている。風が吹いているなら音がするはずだが、全くしない。アヤの言った気配の意味が少し分かった。翌朝、片付けをして帰る準備をしていると、管理人がわざわざこっちへ来た。俺だけを見て、また同じことを言ったんだ。明かりが見えても絶対に止まるなよ。あの店は帰り道じゃない。その言い方がどうしても頭に残っていた。そしてその日の帰り道、山を降りるカーブを曲がったとき、斜面の向こうに黄色い明かりがぼーっと浮かんだ。どう見てもドライブインだった。明かりが見えた瞬間、車内の空気がガラッと変わった。ミノルは、腹減ったし、寄ってみようぜ。と言ったが、アヤはシートベルトを握りしめたまま動かなかった。俺は管理人の顔を思い出していた。あの真剣な目、理由を言わなかったあの言い方。だが車は自然と減速し、
気づけば駐車場に入り込んでいた。敷地の境界に明らかに新しくない白い杭が並んでいた。一本だけ泥で下の方が黒く染まっている。建物は古びてはいたが、窓だけは不自然に明るい。蛍光灯の白さではなく、提灯のような黄色い光。外の空気は昼より冷たく、湿った空気が胸の奥にまとわりつく。中に入った瞬間、三人とも足を止めた。匂いが店の匂いじゃなかった。出汁や油の匂いではなく、湿った土の下に沈んでいった匂いだった。それが天井から降りてくる。客は一人もいなかった。だが奥のテーブル席に水の入ったコップが3つ置いてある。ちょうど俺たち3人分。水滴が落ちる音だけが店全体に響いていた。厨房からは鍋をかき混ぜる音がする。金属が擦れる音で一定のリズムではない。何か重たいものが鍋の底に沈んでいて、それを引き剥がすような力の入った音だった。誰かいるよな。ミノルが声を潜めた。しかしカウンターの奥に人影はなく、のれんの向こうも暗いままだった。音だけが続く。あやがテーブルに置かれたコップを指さした。これ、今置いたみたい。確かに水面は揺れていた。誰かが手を離して数秒も立っていないような揺れ方だった。店内の壁には古い張り紙があり、文字はほぼ読めない。ただ一つかろうじて読める紙があった。戻らぬもの、迷い込むもの、坂の明かりに惹かれるもの。あやが息を飲んだ。俺もミノルも自然と視線を合わす。すべて管理人が言っていた方向の話に重なっている。その時、厨房の鍋をかき回す音が突然止まった。静寂が落ちた後、のれんが一人でに揺れた。誰も触っていないのに、風もないのに。ゆっくりとのれんの下から影が伸びてきた。指の形をしているようにも見えるが、形が一定せず、床の上で揺れていた。ただ一点だけはっきりしていた。その影は俺たち三人の足元にまっすぐ向かってきていた。影は床の上を滑るように伸び、三人の足元で止まった。踏んでいないのに靴底に冷たさがじわりと染みてくる。影というより湿った何かが薄く広がっている感覚だった。ミノルは椅子を蹴り飛ばす勢いで後ずさった。あやは声を出そうとして喉を押さえて肩を震わせていた。俺は
影が向かってくるその位置が俺たち三人の真ん中ではなく、俺の足元だけに濃く寄っていることに気がついた。厨房ののれんがまた勝手に揺れた。列を乱したように数回震え、その隙間から白い線のようなものが覗いた。細長い、人の指に近い形だが、関節の影がどこにもない。棒のような指が床をなぞるようにゆっくり動いていた。おい、帰ろう。本当にやばい。ミノルの声はかすれていた。だが出口の方へ一歩動いたとき、店内の照明が一瞬だけ赤みを帯びた。次の瞬間には元の白い光に戻ってはいたが、その一瞬で店内の客席が満席になっていた。さっきまで誰もいなかった席に背中を丸めた黒い影がずらりと座っている。全員が無言で同じ方向を向いている。顔は見えない。首の角度が全員全く同じだった。綾が泣き声で囁いた。管理人が言ってた、戻らなくなるって、これなの？ミノルは答えられなかった。もちろん、俺もだ。ただ理解した。この店に入った時点で、俺たちは帰り道じゃない方へと足を踏み入れていた。その時、厨房の鍋が黒く泡立つ音がした。音というより何かがうごめく気配。のれんがゆっくりと持ち上がり、奥の暗がりから白い影が這い出してきた。肩幅も腰もなく、ただ人の上半身だけを無理やり縦に伸ばしたような形。顔は影に埋もれ、どこが目かもわからなかった。それが床を滑るように進み、俺たちの方へと向かってくる。三人とも固まった。逃げれない。動けば影がまとわりつく。その瞬間、店の奥の壁に貼られた張り紙が風もないのに揺れた。紙の端がめくれ、隠れていた文字が見えた。選ばれた者、一人連れて帰る。俺の足元の影が濃く脈打った。影が俺の足元だけで濃く脈打ち始めた瞬間、空気が一段沈んだんだ。床は乾いているのに、足首のあたりだけ冷たい水の中に突っ込んだような感覚がある。ミノルが俺の腕を掴んで後ろへ引こうとしたが、その手ごと影に阻まれ、皮膚の表面に薄い膜が張るように抵抗された。ミノルの声が震えていた。お前だけ狙われてる。綾は泣きながら首を振っていた。ダメ、出ようよ。ねえ、お願い。だが出口のガラスには無数の手形が浮かび上がっている。手形はすべて俺の肩の高さで止まり、じわりとにじんで重なっていく。
外からも何かが俺を挟むように待っているのが分かった。客席の黒い影たちが一斉に立ち上がった。揃った動きで、揃った速度で、揃った角度で。首だけをこちらに向けている。全員俺の位置を正確に見ている。厨房から這い出してきた白い上半身の影が床を滑る音もなく近づいた。顔の位置はわからないのに、まっすぐ俺を見ているとわかった。影の細い指が俺の足首に触れた。触れられた瞬間、膝から上の感覚が一度途切れた。重さの位置が変わり、体の中に他の何かが入り込んでくる。胸の奥で低く湿った声がした。見つけた。その瞬間、ミノルが叫んだ。来るな、離せ。だが、俺の体は下へ引かれていく。床の影に沈み込むように足が少しずつ埋まっていく。引き上げようとしても影の膜が全身を締め付ける。綾が俺の手を掴んで引こうとした。だがその指が俺の手に触れた瞬間、叫んで手を離した。俺の手の甲に黒い手形が浮かんでいたんだ。まるで、お前は渡さない、と刻まれたように。冷たいものが背中に張り付き、肩の内側へと潜り込んでくる。呼吸の音ではない。俺の胸の奥から響く別の息が喉の裏を震わせた。帰るよ。連れて行くから。俺の口が勝手に動いた。声は俺のものではなかった。ミノルと綾の顔が歪む。その視線の中で俺の影がもう一つ増えていた。足元に俺と同じ形の黒い影が重なっている。影だけが先に動いている。次の瞬間、店の照明がすべて落ちた。暗闇の中、俺の耳元にだけ声が落ちた。お前は返さない。気がついたとき、店の外、駐車場に立っていたのは、ミノルと綾だけだった。俺の姿はどこにもなかった。ただ、店のガラスに一つだけ手形が残っていた。肩の高さで、俺の手の大きさと全く同じ場所に。あの店には、寄ったら最後の席が一つだけあった。それが俺だった。金のない夏だった。本当は遊園地へ行くつもりだったのに、俺、優也の金遣いの荒さと、マキに借りた金を返していないことが理由で、結局、安く遊べる場所として山へ向かうことになった。登山道に近づくほど空気は重く、セミの声だけが遠くで痩せたように響いていた。舗装の切れた場所からは湿った土の匂いが濃く上がってくる。
山へ入ってすぐ、マキが不意に立ち止まった。理由は言わない。けれど、どこか入りたくないという感情だけが伝わってくるようだった。ゆうやは気づかず、せっかく来たし、散歩くらいはしようぜ。と、歩幅を大きくして進んだ。マキは仕方なく後を追った。森の中は異様に静かだった。二人の足音だけが重たく響き、木々が作る影が妙に濃く見える。最初の異変は斜面の途中で起きた。マキの首筋がふっとこわばり、何かに見られている感覚。ゆうやも同じ瞬間に振り返った。斜面の上、木の隙間、濁った光の先に一人の男が立っていた。背筋を伸ばしたまま動かない。顔は影に沈み、表情は読めない。ただそこにいるという事実だけが濃かった。ゆうやが険しい顔で斜面に近づく。だがそこへ着いた時にはもう男の姿は消えていた。土の表面に一歩だけ後ろへ引いたような跡だけが残っていた。もうやめようぜ。帰ろう。とゆうやは低くそう言った。落ち着いているように見えて声がわずかに震えていた。だがマキは一瞬だけ帰りたくないという表情を浮かべた。自分でも理由がわからないまま視線だけが森の奥へと吸い込まれていく。その違和感が空気より先に二人の間に落ちた。ゆうやが歩き出し、マキも後を追う。数分経ったその時だった。マキの背中にじっとり張り付くような気配が触れたんだ。とっさに振り返る。さっき斜面にいた男がマキのすぐ後ろに立っていた。距離は数メートル。表情は影のまま、音一つなくその場に沈んだまま動かなかった。ゆうやはまだ気づいていなかった。マキの喉が詰まり声が出ない。代わりにゆうやの手を掴んで突然走り出した。山道の影が流れ、息が荒くなる。胸の奥の直感だけが告げていた。ここにいたら戻れなくなる。その予感のすぐ先で、土の色よりも暗い人影が地面に倒れていた。それは男の遺体だった。倒れていた男は土に半ば沈むように横たわっていた。ゆうやとマキは息を整えることすら忘れて立ち尽くした。男の顔は土で汚れ、首の周りの皮膚には自然な圧痕が残っている。ここで命を落としたことを示すような静かな冷たさだけが漂っていた。マキは震えた声でつぶやいた。さっきの人だよ。斜面に立ってたあの男。あれ、生き霊だったんだよ。その言葉に応えるように山の空気がぐっと冷えた。ゆうやはマキの手を離し、遺体へゆっくり近づいた。背中を向けたままマキを振り返らずにかがみ込む。男の後ろポケットがわずかに盛り上がっている。ゆうやはためらいながら手を入れた。土の感触の奥から硬い財布の形が指先へ触れた。取り出した財布は泥で湿り、皮が重く変色している。
だが中には札束が入っていた。その額はマキから借りている金と同じだった。マキの表情が凍りつく。ユウヤの手も止まった。返すよ。声には出していないのに、その意志だけがはっきりと伝わった。ユウヤは金を握ったままマキへ差し出そうとした。今返す。これで。マキは後ずさった。受け取らなかった。そして震える声がようやく漏れた。違う。そういう問題じゃない。二人の間に沈黙が落ちた。その沈黙を破ったのは土の中から響くようなわずかなきしむ音だった。ユウヤとマキが同時に顔を向ける。遺体の肩がかすかに揺れていた。ありえない角度で男の上半身がガバッと起き上がったんだ。喉からは声が出ていないのに、マキは吐き気がするほどの恐怖で足がすくんだ。ユウヤも後ずさりし、握っていた金を指から落とした。男は顔を上げず、影だけの表情で二人へと向かってくる。音を立てずに地面を這うような動き。ユウヤがとっさに振り返り、足元にあった石を掴んだ。次の瞬間、男の影がマキへ向かう。ユウヤは反射的に石を振り上げた。鈍い衝撃、そして倒れる音。土が跳ねる。動かなくなった男の体を前に、二人は呼吸の仕方すら忘れて立ち尽くしていた。マキの声が震えた。埋めないと、このままじゃ。ユウヤは何も言わずに近くの土を掘り返し始めた。二人の指は泥に沈み、音もなく山が飲み込むように深まっていく。男の遺体を土に隠し終えた頃、山の光はすっかり薄暗くなっていた。ユウヤは泥のついた指を握りしめ、マキの腕を掴んだ。帰ろう。もう絶対にこの山にいたらダメだ。マキは小さくうなずいた。言葉を発すると声が震えて折れてしまう気がした。二人は来た道を戻るように歩き始めた。森の奥から一定の間隔で葉が揺れる音がついてくる。風の向きとは関係なく、二人の背後だけがざわついている。マキが息を詰め、振り返りかけた瞬間、ユウヤが強く手を握った。見るな。見たら連れてかれる。マキはその言葉に従い、前だけを向いて歩く。数十メートル先で、ユウヤが不意に足を止めた。山道の真ん中に男が立っていた。土に埋めたはずの男。先ほどの遺体と同じ服。顔は影のまま。胸は動かず、ただ立っている。マキが口を押さえた。背筋が凍るほどの近さだったんだ。まるで二人が来るのをずっと待っていたように。ユウヤはマキを抱き寄せ、小さくつぶやいた。走るぞ。二人は山道を全力で駆け出した。呼吸がちぎれ、肺が焼け、足がもつれそうになる。その一瞬の隙で、マキは前を見た。そこにはなんと、
男が目の前にいた。ほんの数十センチ。肩越しに湿った匂いが触れる距離。マキは叫び声を飲み込み、体が固まった。ユウヤが反射的にその男を突き飛ばす。重い手応えが腕に残った。人の体そのものの重さ。倒れたはずなのに地面に落ちる音はしなかった。空気だけがへこんだような沈黙。ユウヤはマキを引きずるように走り出し、影が背後で揺れる。何かが木々の間を速い速度でついてくる。山の出口が見えた頃、不意に音が止んだ。追ってきた気配が消えたんだ。ユウヤとマキは転げるように山を降り、そのまま車へ戻った。二人は口を開けず、ただ家へ帰ることだけを考えていた。だが翌日、ユウヤは仕事へ向かう前に自分のバッグを開いて固まった。そこの布が湿っていたんだ。泥がついていた。そしてその泥の中央に昨日遺体のポケットから抜いたはずのあの財布が入っていた。濡れたまま土の匂いを放ちながら。ユウヤは震える手でバッグを閉じた。その瞬間、玄関の外のコンクリートに濡れた足跡が一つだけ残っていた。指の角度、深さ、そして歩幅。それは山に倒れていた男の足跡と同じだった。誰かが戻ってきたのではない。ずっとついてきていたんだ。それ以来ユウヤの家の前には夜になると必ずその片足だけの足跡が残るようになったそうだ。あれは俺がまだ古い団地の1階に住んでいた頃のことだ。思い返すとあの赤い靴の光景だけが今でも頭から抜けない。団地の中心には小さな集会所があった。古びた木枠の引き戸、色の抜けた掲示板。昼間は老人たちが商業しているようなどこにでもある共同スペースだ。問題は夜だった。俺が初めて異変に気づいたのは深夜に外の自販機へ飲み物を買いに行った帰りだった。集会場の前を通りかかった時、入り口の引き戸の前にポツンと置かれているものが目に入った。それは小さな赤い子供の靴だった。それも片方だけ。新品ではなく使い込まれた跡があり、つま先は少し黒く擦れていた。雨上がりでもないのにそこだけうっすら濡れていた。最初は誰かの落とし物だと思った。だが不思議なのは置かれている向きだった。靴はまっすぐ集会所の扉を向いていて、まるで中へ入ろうとしているみたいな妙に意図的な角度だった。胸騒ぎがした。そのまま部屋へ戻ったが、寝つくまで靴の向きがずっと気になっていた。翌朝、通勤のために集会所の前を通ると、その赤い靴は消えていたんだ。誰かが持って行ったんだろう。そう思って気にしないようにした。だがその夜、またそこにあった。同じ靴、同じ擦れ方、そしてまた
集会所の扉にまっすぐ向けて置かれていた。偶然では済まなかった。住民の誰かがこんないたずらをするとは思えないし、そもそも子供のいる家庭はこの塔にはほぼいなかった。それから3日続けて、深夜になると必ず靴が現れ、朝には消える。その繰り返しだった。ある晩、仕事帰りに集会所の前を通ると、靴は扉の真正面、ほとんど敷居に触れそうな場所まで近づいていた。もしこれが歩けるものなら、集会所の中へと入ろうとしている。そうとしか思えなかった。その夜、嫌な予感がしたまま眠りについた俺は、真夜中にある音で目を覚ました。ガラガラと集会所の引き戸が誰かにゆっくり動かされる時の音だった。俺の部屋は集会所のすぐ向かい。窓を開ければ扉まで数メートルもない距離だ。俺は息を潜めたままあの音が止まるのを待つしかなかった。赤い靴は今どこにある？その疑問だけが頭の中で何度も反響していた。その引き戸の音が止んだのは数十秒後だった。だが体感ではもっと長く感じた。耳に残ったあのきしむ音がいつまでも離れなかった。翌朝集会所の前を恐る恐る覗くと、赤い靴は扉の真下にあった。まるで昨夜の音が靴そのものの動きだったと言われているようで、背筋がひやりとした。それからというもの、集会場の前を通るたびに、靴が昨日より扉に近い場所にあることに気づいてしまった。まるで毎晩少しずつ中に入り込んでいるみたいに。集会所の扉は不透明なガラスで、中の様子はほとんど見えない。昼間は老人の話し声が聞こえてくるが、誰かが靴を移動させている様子を見た者はいなかった。不思議なのは靴が片方だけだということだった。もし落とし物だったら、翌朝には誰かが持ち主に届けるはずだ。だがそうはならない。朝になると必ず消え、夜になると必ず現れる。ある晩俺は意を決して深夜の集会場を窓越しに確認することにした。電気は消えており、薄い街灯の光だけがガラスを照らしている。中は真っ暗で何も見えない。だがそこに影が一つ多かった。窓のすぐ内側で落ちている影。形ははっきりしないが、小さな人影のように見えた。心臓が跳ねた。ガラス一枚向こうに誰かがいる。俺が背を向けようとしたとき、内側の影がゆっくり動いた。カタッと床をひっかくような音がした気がした。俺は恐怖からその場を離れ、部屋へ戻った。だが寝つけなかった。むしろ何度も集会場の方向に意識が引っ張られるようだった。深夜あの音がまた始まった。ガラ、ガラガラ。昨日より少しだけ力を込めているような音だった。誰かが扉を開けようとしている音。布団の中で息を殺していると、不意に音が止まった。静寂。だが逆にその無音が恐ろしかった。音が止まったということは、もう扉を動かさなくてよくなった。もしくは開いた。そのどちらかだった。
外気が変わった気がした。まるで集会所の空気がこの廊下へ流れ出したような湿り気のある冷たさ。そして不意に耳の奥で軽いポトッという音がした。何かが落ちた音。翌朝玄関を開けた俺はその意味を理解することになる。集会所の前ではなく、俺の部屋の前にあの赤い靴が置いてあった。扉を向いてまっすぐに。玄関の前に赤い靴が置いてあったあの日から胸の奥にずっと嫌な予感が残っていた。昨夜扉を揺らした誰かがこの靴を運んできたのは間違いなかった。俺は眠れないまま朝を迎え、恐る恐る玄関を開けた。そこにはまた赤い靴があった。ただし今回は片方ではなく両方揃っていた。どちらも新品ではない、くたびれた子供の赤い靴。泥がついていて濡れた跡が廊下に薄く残っていた。子供？だがこの団地には子供のいる家庭はほとんどいない。夜中に歩き回る小さな子なんて見たこともなかった。靴を見つめていると不意に視界の端で動く気配があった。集会所の窓がわずかに揺れたように見えた。俺は覗き込むように見ると窓の内側に小さな人影が立っていた。肩くらいの高さ、髪が肩で揺れるくらいの少女の姿。だが顔は街灯の影で見えない。ただ輪郭だけがはっきりとしていた。その小さな影は集会所の中からこちらをまっすぐ見ていた。靴は少女のものなのか。そう考えた瞬間、背中が引きつるように冷えていった。視線を外そうとした時だ。少女の影がふっと消えた。まるでその場から離れたみたいに。次の瞬間、コツッと玄関のすぐ横で小さな足音がした。反射的にそちらを向くと、赤い靴を履いた少女が廊下の端に立っていた。髪は濡れたように肩に張り付き、服も黒ずんだワンピース。何より目が異様だった。真っ暗に沈んだ瞳孔だけが深夜よりも暗い色をしてこちらを見上げていたんだ。少女は小さく首をかしげた。そしてゆっくり一歩足を踏み出した。靴の底が廊下をこする音がした。その音は大人の足音よりもずっと軽いのに、なぜか胸に響いた。逃げないといけないのに足が動かない。少女はさらに一歩近づくと、扉の前に置いていた赤い靴を指先でそっと触れた。返して。声ではない。頭の中に直接落ちてきたようなかすかな気配だった。少女は靴を拾うことなく、そのまま廊下の奥へと向かっていった。そして赤い靴だけがポツンと残された。だが次の瞬間、靴が勝手に動いた。誰も触れていないのに、少女を追うように廊下の奥へと転がっていく。まるで履かれたまま歩いているかのように。少女の姿は廊下の突き当たりでふっと消え、靴だけが消えた方向へと吸い込まれていった。その日俺は部屋を出て団地に戻ることはなかった。後で聞いた話では、
昔この集会所の近くで事故に遭った少女がいたという。赤い靴だけが見つかり、本人は帰ってこなかったままらしい。赤い靴は持ち主のところへ戻りたかっただけ。ただし戻り道が誰かの玄関を通るのが問題だった。あれは今思い返しても山に踏み入る前から決まっていたみたいな嫌な予感があった。友人と二人で地元で有名な渓谷の散策コースを歩いた日のことだ。観光地ってほど整備されていなくて、山道というよりただ獣が通った後を人がなぞっただけみたいな細い道。夕方になると霧が降りてくる場所で、地元の人が日が傾いたら絶対に奥まで入るなと念押ししてきたのを覚えている。理由を聞くと言いづらそうに口を濁して、影だけのやつが通る、そんな言葉をぼそっと残したんだ。俺も友人も笑って流した。そんなのただの昔話だと思ったんだ。でも思い返せばあの時点で山の空気は変に湿っていて、周囲の音が妙に吸い込まれるみたいに弱かったんだ。鳥の鳴き声も川の音もいつもなら聞こえるはずの自然の音がどこか遠かった。耳の奥に残ったのは自分たちの靴が土を踏む音だけだった。進むほどに霧は濃くなり、木々の輪郭がゆっくり消えていく。その時、ふと前を歩く友人が立ち止まったんだ。足元の土がわずかにへこんでいた。踏み跡のように見えたが大きすぎた。人間の2倍はある。しかも指の形が異様に長い。俺は冗談で、熊かなんかだろと笑おうとしたが、声が喉の奥で引っかかった。その後には影がなかったんだ。太陽はまだ沈んでいないし、木々の影、俺たちの影、荷物の影、全部あるのに。その巨大な踏み跡だけ影が落ちていなかった。その瞬間、霧の奥で何かの影だけが横切った。地面に形が走ったのに実体がなかったんだ。あの時の胸のざわつきは今も体に残っている。霧が濃くなったせいで自分たちの影までぼやけていく中、影だけの何かが動いた。あの瞬間から山の空気がひっくり返ったように静まり返った。友人が小さく息を飲んだ。俺も喉の奥が渇いて飲み込み方すら忘れていた。あれが気のせいに思えないほどはっきりと地面を滑るように形が動いたからだ。俺たちはしばらく動けずにいると、不意に背後の木々がざわついた。誰かが木の皮をなぞったような低く湿った音。風ではなかった。霧が逆方向へ押し戻されるように揺れていた。嫌な予感がしてゆっくり振り返る。そこには何もなかったはずだった。目を凝らすと霧の奥に影だけが立っていた。輪郭は人の形をしているようで明らかに違う。肩が異様に盛り上がり、首がほとんどなく、頭の部分が横に広かった。それは角のように見えた。だがどれだけ霧が揺れても
影だけがぶれない。実体がないのに、そこに固定されているみたいに。友人がかすれた声で、あれ、見える？と、通ってきた。俺はうなずいた。その直後、影がゆっくりと形を傾けた。まるでこっちを覗き込むように角度を変え、動いた影の輪郭に合わせて足元の土がかすかに沈んだ。重さだけがある。実体はないのに地面が答える。そんな不気味な現象を理解した瞬間、背筋が冷えた。影は一歩こちらへ向かってきた。その動きに合わせて木々があっされる音が生まれた。音だけは大きな何かが通っている高さ。目に映るのは影だけなのに空間だけが歪んでいた。友人が消え入りそうな声でこう言った。戻ろうぜ。俺もうなずいた。ただ歩き出すと影の足音だけが少し遅れて追うように響き始めた。一定の距離を保ちながら絶対に離れない重たい歩幅。その時、山のどこまでが安全でどこからがそいつの領域なのか全くわからなかった。山道を引き返すたびに背後からついてくる足音だけの重さが土の振動として伝わってきた。影は霧に溶けるように姿を変え、形が一定ではない。人の肩幅より広い瞬間もあれば、四つん這いになった獣のようにも見えた。ただ一つだけ変わらないのは、必ず俺たちの真後ろで止まること。一歩下がれば、一歩分だけ間を詰める。でも決して追い越されないんだ。息継ぎをすれば同じリズムで影が揺れる。まるで呼吸まで真似されているみたいで胸の奥がざわついた。友人はもう声を出せない。俺も何を言えばいいのかわからなくなっていた。ただあの影の気配が濃くなるたび、山道の湿度が増していくように感じた。足元の落ち葉が濡れていき、踏むたびにぬめる。最初に通った時は乾いていたはずの土が、いつの間にか重く沈む泥に変わっていた。その変化に気づいた瞬間、後ろの足音が止まった。山全体がしんと固まり、霧が凍るように動かなくなる。嫌な静けさだった。耳の奥で自分の心臓だけがやたらと大きく響く。俺はゆっくり振り返る。そこにあったのは影の形のままぬめった地面に沈み込む何かだった。輪郭が地面に染みていく。黒いシミのように広がり、ゆっくりと盛り上がる。盛り上がった影は紛れもなく顔らしい位置を持った。正面を向いた形になった瞬間、霧の奥で低い音が鳴った。獣のうなり声ではない。風でもない。何かが喉の奥で石を転がすような湿った重たい音。それが山全体から響いてきたんだ。友人の足がすくんで動かない。もちろん俺も同じだった。ただ影が完全にこちらを向いたと分かった瞬間、体の芯が冷たく固まった。影が一歩だけ前へ出た。その動きに合わせて土が沈み、同時に背後の木々が左右へ揺れた。まるで巨大な何かが体をひねって森を押し分けているように見えた。
逃げるべきだと頭では分かっていた。でも足は地面に縫い付けられたように動かないんだ。そのまま影は静かに2歩目を踏み出した。そして俺たちの真横に来た瞬間、霧の中ではっきりと角の形が浮かんだ。霧の中で浮かんだ角の形は影の輪郭なのに異様にくっきりしていた。まるで霧の方が避けて形だけを際立たせているようだった。角は左右に張り出し、太く短い。その根元の影がゆっくり脈打つように揺れていたんだ。実体はないはずなのに、角の付け根だけは重さを持っているように見えた。俺と友人は声を出すことすらできず、ただその影の動きを見ていた。影は俺たちの横を通り過ぎると、こちらに顔を向けるような角度になったんだ。その瞬間、霧がざわりと逆流した。見えたのは目ではなかった。人の顔の位置にあるべき部分に黒い穴だけがぽっかりと開いていたんだ。奥まで続く闇の穴。そこに風が吸い込まれていくように周囲の霧がゆっくりと流れ込んでいく。俺は理解した。あれは目ではなく吸い込むための穴だ。影の穴が霧を飲み込むたび、周囲の色が薄くなっていく。木々の葉の緑も土の茶色も全部透けるように弱くなり、代わりに影だけが濃く深まっていく。まるで山の景色そのものがあの影に吸われている。友人が喉の奥で小さな声を漏らした。というか、声にならなかった。息が吸えず、口だけが震えていた。影は完全に俺たちの前へ回り込み、参道を塞ぐ位置で止まった。その場に立つだけで世界の輪郭が歪む。音が消え、空気の密度が変わり、自分の心臓の音すら外側から聞こえるような錯覚が生まれてきた。影の穴がゆっくり俺の胸の高さまで動いた。俺は座れる、そう直感した。逃げたくても足は深い泥に沈んでいる。思い返すと影が近づくにつれて地面が柔らかく溶けていった。逃がさないために山が形を変えているようだった。影がさらに近づく。穴の奥は底が見えない暗さで、覗き込んだら最後。そのまま吸われて消える未来が頭ではなく体で理解できた。俺は必死に息を絞り出して友人の腕を掴んだ。その瞬間、影の角がわずかに動き、反応したように見えた。まるでこちらの震えを味わうように穴がひらりと揺れた。次の瞬間、山がうなり、霧が暴れ、影がゆっくりと襲う姿勢へ変わっていった。影が襲う姿勢に変わった瞬間、霧が裂けるような音が山に広がった。空気が急に薄くなり、胸の奥が押しつぶされるように苦しくなる。影はゆっくりと前へ重心を傾け、角の部分だけが不自然に浮いた。穴は胸の高さに開いたまま、こちらをじっと向いていた。座れる。そう確信した。俺は反射で後ろに下がった。泥が深く沈み、体がうまく動かない。友人も同じで、膝まで飲まれそうになりながら、必死に踏ん張っていた。その時、
影の穴がぐっと開いた。霧が一気に流れ込み、葉の色が抜け、木々の輪郭が薄くなる。山が吸い込まれていく音が耳の奥を圧した。穴は俺たちに向いている。次は景色ではなく、俺たちそのものを吸う番だ。その足音だけが、まるで巨大な岩が落ちたような重さで地面を震わせる。実体が見えないのに、重さだけが世界を押しつぶしていた。俺は息が止まり、体が固まった。その時だった。山の斜面が突然崩れたんだ。乾いた音とともに大量の土が滑り落ち、影と俺たちの間に入り込むように流れてきた。泥と石が影にぶつかり、霧が散る。その瞬間だけ足を引き抜けた。俺は友人の腕を乱暴に引き、泥の抵抗を無視して斜面から転げ落ちるように逃げた。枝が顔に当たり、岩に肩を打ちつけ、それでも止まらなかった。背後で影の重さが地面を踏む音がした。近い。追われている。だがある地点を越えた瞬間、足音がピタリと止んだんだ。霧が薄くなり、空気が軽くなる。鳥の声すら戻ってきた。振り返ると霧の壁の向こうで角の影だけが揺れていた。こちらへと出ようとはしていなかった。まるで境界線を越えられないようなはっきりとした線がそこにあった。影は境界から半歩だけ前へ出て、そこで止まった。そしてゆっくりと穴だけがこちらを向いて霧の中へ沈むように消えた。山は何事もなかったかのように静かになった。俺たちは無言で麓まで降りた。誰も振り返らなかった。帰り道、地元の老人に会ったとき、霧の奥に入ったか、とだけ言われた。老人は続けた。あそこには踏み入ってはいけない影がいるんだ。昔からあの山は影だけの鬼が通る道。そう言われているんだ。その夜宿で靴を脱いだとき、靴の底に泥とは違う黒い跡がついていた。踏まれたような形をしているのに、そこだけ影が濃い。俺はゾッとして靴を外に置いた。そして翌朝見たとき、靴が一つ影みたいに平らに潰れていたんだ。まるで夜の間に誰かが踏みしめたみたいに。あの祭りの夜のことは今でも忘れられない。毎年海沿いの小さな神社で行われる夏祭り。海風に揺れる灯籠の明かりと鈴の音だけが響くどこか寂れた行事だった。その年は人手不足で片付けを手伝った。境内の灯籠を回収して回るだけの簡単な作業のはずだった。夜もすっかり更け、海のざわつきが近くまで押し寄せてきていた。灯籠の明かりが揺れ、地面には濡れたような影が伸びていた。最後の一つは鳥居の手前。古い松の枝から下がった小さな釣り灯籠だった。近づくと妙なことに気づいた。灯籠の真下だけ砂が円形に濡れていた。雨なんて降っていない。海水が届く位置でもない。
ポツンと夜の中でそこだけ誰かがずっと立っていたように湿っていたんだ。灯籠を外そうと手を伸ばした瞬間だ。その濡れ跡の中央に光を吸い込むような黒い影が浮かんできた。最初は影の形だけだった。だがゆっくりと輪郭が濃くなり、細く長い髪が肩あたりで揺れた。女の姿だった。顔はうつむいたまま動かない。ただ濡れた髪を握り、ゆっくりゆっくりと絞っている。ポタッポタッと水滴が砂に落ちる音が深夜の境内に不自然なほどはっきり響いた。絞り切った髪を再び両手で持ち上げてまた絞り始める。それはまるで終わらない作業のように。その時、灯籠の火が風もないのに大きく揺れた。影が地面に伸び、女の足元、そこに足はなかった。影だけが砂の上に沈み込むように揺れていた。思わず一歩後ずさると、女の指がピタリと止まった。濡れた髪を握ったまま、ゆっくりとこちらへ顔を向けようとした。その瞬間、灯籠の火がふっと消え、境内が闇に沈んだ。灯籠の火が消えた瞬間、境内は海鳴りの低い音だけが残った。暗闇の中で息を整えたが、さっきの濡れた気配だけが足元にまとわりついていた。慌てて鳥居の外に出ると、遠くの海面が月に照らされ、白くかすかに光っていた。しかし背後の神社は、まるで影そのものになったように沈んでいた。その時背後で砂をこするような音がした。歩く音ではない、濡れた髪を引きずるような湿った摩擦音だった。振り向けば闇があるだけなのに、音だけはゆっくりとこちらへと向かってくる。思わず駆け足で民家が並ぶ道へ出た。だが不思議なことに、どの家の明かりも一つもついていなかった。祭りの夜だというのに、まるで誰も住んでいない村のようだった。道の奥にひらりと白いものが落ちているのが見えた。近づくと、それは濡れた紙の束だった。触れなくてもわかる。ついさっき絞られたばかりの水気が残っており、砂に黒い筋を描いていた。その隣に足跡のような形が一つ。だが足ではなかった。水たまりのように見えて、形が瞬きのたびに微妙に変わる。影なのか水なのかわからない輪郭でじんわりと広がっていく。鳥居の方を振り返った。境内の闇の中心に白い何かが立っていた。それはさっき灯籠の下にいた女の影だ。顔は見えない。ただ肩から下の濡れた髪がゆっくりゆっくりと揺れている。その髪の先から垂れる水が砂に落ちるたびに、ポタッポタッと異様なほど響いた。次の瞬間、女の影がふっと消えた。と思った直後、足元の砂が冷たく濡れた指で撫でられたように動いた。姿は見えないのに、確かに誰かがすぐそばにいる。息を潜めたその時、耳元で囁くように一つだけ聞こえてきた。返して。意味はわからない。ただ、その声は海から来たものではなく、灯籠の下で濡れた髪を絞っていたあの女のものだった。
その声を聞いた瞬間、背中の奥がじわりと冷たくなった。返して？何を返せばいい？そう思ったが、考える前に足が勝手に神社へと向かっていた。鳥居の前まで戻ると、境内の中央だけがぼんやりと白く浮かんでいた。視線を凝らすと、そこには折れた釣り灯籠が落ちていた。影もないのに揺れ続ける灯芯が地面に歪んだ影を落としていた。その影がゆっくりと立ち上がった。砂を押し分けるように姿が形作られ、灯籠の真下にまたあの女が現れた。顔は見えないまま濡れた髪だけが垂れ下がり、胸元からずっと海水を垂らしている。そして俺の方へ向けて髪を静かに持ち上げた。その髪の間から小さな細い紐のようなものが覗いていた。紐ではなかった。古いお守りだった。海水を吸って黒ずみ、ほとんど形を失っているが、糸の結び方だけは見覚えがあった。祭りの準備で俺が鳥居の横の古い棚からいらないだろうと思って捨てたものだった。女が持ち上げた髪の根元にそのお守りが絡んでいた。そして囁いた。返して。その瞬間、地面に落ちていた紙の束が一気に動いた。砂の上を這うように伸びてきて、俺の足首に冷たい感触で絡みついた。逃げようとしたが、髪は生き物のように締め付けてくる。足が砂に沈むほど強く、海へ引きずろうとする力が働いた。女の髪から滴る海水が砂にポタポタ落ちるたびに足元の砂が沈んでいく。まるでそこだけ海底になったかのように。必死で足を振りほどいた瞬間、灯籠の残り火がパッと明るくなり、境内全体が一瞬だけ照らされた。その光の中で見えた。女の足元、影しかなかった場所に濡れた砂で形作られた顔が沈んでいた。波のように揺れながら沈んだ顔が口を開けていた。次の瞬間、灯籠の火は完全に消え、すべての影が音もなく崩れた。髪も女の姿も足元の砂の顔も跡形もなく消えていた。ただ一つ足元に残っていた。それは黒ずんだ古いお守り。俺が捨てたはずのそれだけが濡れた砂の上にポツンと残されていた。潮風が吹き、お守りの紐が揺れた。その揺れはまるでまだ俺の背後に誰かが立っているような静かな気配をまとっていた。祭りの夜に灯籠の下で髪を絞る女は捨てられたものを探し続けているんだと、その時やっと理解した。あれは今から3年前の秋だった。仕事の都合で夜遅くなり、そのまま帰るのが面倒になって、山道沿いの小さな道の駅で車中泊をすることにした。昼間は観光客も来るらしいが、その時間帯には自分の車しかなかった。駐車場は広いのに街灯はまばらで、エンジンを切ると一気に周囲が沈黙する。俺はラジオを消し、エンジンキーを回した瞬間、
妙なことに気づいた。静かすぎたんだ。山の中なら虫の音や風の音があるはずなのに何も聞こえない。無音というより音が吸い取られているような感覚だった。気味が悪くなり、もう一度エンジンをかけようかと思ったが、疲れの方が勝った。俺はシートを倒し、目を閉じる。だがしばらくして違和感に気づいた。車の外、何かが動いている気配があった。足音は聞こえない。ただ、車体のすぐ横をゆっくりと回っているような気配だけが続いていた。窓の外を見ようとしてやめた。なぜか見てはいけないと直感したからだ。それでも気配は消えなかった。フロントから助手席側、後部、そして運転座席側へ。一周、また一周。おかしいことは一人分ではないことだった。気配が重なる瞬間がある。まるで複数の何かが同じ軌道をなぞっているようだった。俺は耐えきれずスマホを取り出して時刻を見る。午前2時を少し過ぎたところで画面の光が車内を照らした瞬間、外の気配がピタリと止まった。その代わり、今度は車のすぐ後ろに立たれている感じがした。俺は息を潜めたままエンジンキーに手を伸ばした。その時、バックミラーに黒い影が一つ映り込んだ。反射的に目を閉じた。次に目を開けた時、朝になっていた。何事もなかったかのように見えたが、車を降りた瞬間、足が止まった。タイヤの周囲に人の足跡が円を描くように残っていたんだ。一方向だけではない。何重にも何人分も。そして不思議なことに、その足跡は車の真後ろだけ一直線に立ち止まっていた。まるでエンジンを切った瞬間を待っていたかのように。足跡を見た瞬間、背中が泡立った。円を描くように残された跡は明らかに人のものだった。獣の足ではない。靴底の溝まではっきりと残っている。それも一人分ではない。大小違う足跡が同じ距離を保ったまま車の周囲を何周もしている。ただ奇妙な点が一つあった。足跡の向きがすべて内側を向いていた。車の外から来て回った形ではない。最初から車を囲むように配置されていたように見えた。嫌な想像が頭をよぎり、すぐに車に戻った。ドアを閉め、エンジンをかける。一発で始動したが、その瞬間、また昨日と同じ違和感が戻ってきた。音が
消えた。エンジンの音は聞こえているのに、外界だけが切り取られたように静まり返る。サイドミラーを見ると、さっきまであった足跡が見えなくなっていた。俺は焦って窓を少しだけ開ける。冷たい空気が入り込んできたその直後だった。車の後ろでゆっくりと何かが立ち上がる気配がした。ミラーには映らない。振り向いても何も見えない。なのに確実に立ったと分かった。背の高さが変わる感覚。圧迫感がじわじわと車内に染み込んでくる。俺は耐えきれずアクセルを踏み込んだ。車は動き出すが、バックミラーの端で影が追いついてくるのが分かった。速度を上げても離れない。不意に後部座席の天井からミシッと小さな音がした。重みが屋根の上に乗った感触がある。ルームミラーに映ったのは車内ではなく、天井越しにこちらを覗き込む影だった。目があったと思った瞬間、エンジンが突然止まった。ヘッドライトもナビもすべて落ちる。完全な暗闇の中で耳元のすぐ後ろから息の音がした。それは吸う音でも吐く音でもない。数を数えるような一定の感覚だった。1、2、3。数え終わった瞬間、ドアノブがゆっくりと回された。力は入っていない。ただ逃げられているだけだった。逃げ場がないと思った瞬間、後部座席の天井がゆっくりと沈んだ。屋根の上にあった重みがそのまま車内に入り込んでくる感覚だった。声を出そうとして出なかった。息を吸うと喉の奥に冷たい空気がたまる。その時、不意にエンジンがかかった。誰もキーに触れていない。なのにセルが回り、ライトがついた。光が戻った瞬間、後部座席の気配も屋根の重みも一斉に消えた。俺は逃げるようにアクセルを踏み、そのまま山道を下った。家に着いた頃には空が白み始めていた。それから数日、あの夜のことを考えないようにして過ごしてはいたが、どうしても気になってしまい、もう一度あの道の駅を調べてみた。地元の古い掲示板に短い書き込みが残っていた。昔あそこは仮の安置場所だった。山で見つかった人を一晩だけ置く場所。エンジンを切ると数を数えられる。その理由も書いてあった。あの場所では動かないものを見分けるために数を数えるんだと。呼吸があるか、反応があるか、まだ
乗れるかどうか。そして最後にこう続いていた。エンジンがかかるのはまだ使えると判断された時だけ。それを読んだ直後、自分の車のドアロックが鳴った。1回、2回、3回。ドアの数より1回多く。今でもエンジンを切るたびにあの感覚で数を数えられている気がする。あのゲームのタイトル画面を見るだけで今でも指先が冷たくなる。中古ショップで買ったごく普通の家庭用ゲームだった。古い機種用で棚の一番下に無造作に積まれていたんだ。パッケージには目立った汚れはなく、説明書も揃っていた。値段も相場より少し安い程度で、危険を感じる要素は何もなかった。強いて言えば、データ初期化済みというシールがやけに雑に貼られていたことくらいだ。家に帰り、久しぶりに本体を起動してみた。起動画面、タイトルロゴ、問題なく進んだ。だが、初めからを選ぼうとして手が止まった。セーブデータが一つ残っていたんだ。名前は空欄。プレイ時間は表示されていない。それなのに、進行度だけが異様に進んでいたんだ。終盤、ほとんどクリア寸前の状態だった。俺は気味が悪くなり、データ削除を選んだ。確認画面が出る。本当に消去しますか？俺ははいを選んだ。一瞬画面が暗転し、すぐに戻った。だがセーブデータは消えていなかった。俺はもう一度、今度は本体設定から完全初期化を試みた。メモリを消去し、再起動。確認のため、もう一度ソフトを入れた。だが、残っていた。同じデータが同じ位置に何事もなかったかのように表示されていたんだ。気のせいだと思おうとした。古い機種だ。不具合の一つや二つ珍しくはない。だがカーソルを合わせた瞬間、背中に嫌な汗が流れた。プレイ時間が増えていたんだ。電源を切っていたはずの時間、触ってもいないはずの間、それでも数分だけ確実に伸びていた。俺はその夜、仕方なく続きからを選んだ。ロード画面の後、見覚えのない場所に立っていた。だが、画面に表示されたメッセージは、はっきりと覚えている。再開を確認しました。その瞬間、背後でコントローラーが小さく振動した。
電源は入れていないはずだった。それから俺はゲームを触るのをやめた。テレビの電源を入れず、本体のコンセントも抜いた。ディスクもケースに戻し、棚の奥に押し込んだ。もう関わらなければいい。そう思っていた。だがその日の夜、スマートフォンに通知が入った。プレイ時間プラス12分。見覚えのない通知だった。このゲームに連動する機能なんてないはずだ。そもそも電源すら入っていない。見間違いだと思い端末を閉じた。翌朝出勤前に靴を履こうとして違和感に気づいた。左足の甲に薄く赤い跡があった。擦った覚えはない。だが形が妙に整っているんだ。それはコントローラーの十字キーによく似ていたんだ。その後、仕事中に些細な選択ミスが続いた。書類の提出先を間違え、連絡の順番を誤り、不要な一言で場の空気を壊した。だがどれも致命的ではない。選択肢を間違えた結果のようにはっきりした形で返ってきたんだ。帰宅後に嫌な予感を抑えきれず、棚の奥からゲームを取り出した。自動で続きからが選ばれた。画面の中のキャラクターは薄暗い部屋に立っていた。だがその部屋がどこか見覚えがある。配置、家具の位置、壁の傷。それはなんと俺の部屋だった。画面中央に選択肢が表示される。確認する。そのままにする。俺はコントローラーには触れていない。それなのに勝手にカーソルが動いたんだ。そのままにする。それが選ばれて決定音が鳴る。その瞬間、部屋の照明が一段階だけ暗くなった。理解した。このゲームは現実の選択を先に進めている。俺が操作していない時間も勝手に。消せない理由がはっきりしてきた。これはプレイを終わらせるためのゲームではない。俺は翌日、中古ショップに向かった。買った店ではない。少し離れた別の店舗だ。事情を説明し、ソフトを差し出す。店員は一瞬だけケースを見て、すぐに蓋を閉じた。初期化できませんでした。なぜわかったのか。聞く前に店員は小さく息を吐いた。それ、消す側が決まっているんですよ。俺は意味がわからず言葉を待った。だがそれ以上は教えてもらえなかった。そして家に戻るとテレビが勝手についていたんだ。画面にはまたあのゲーム。タイトル画面は表示されず、直接選択肢だけが出ていたんだ。続ける。やめる。俺は震える指で
電源を切ろうとした。だが画面が切り替わった。やめる場合、削除対象を選んでください。次の画面に映ったのはセーブデータの一覧だった。一つは例の空欄データ。もう一つは俺の名前。俺は理解した。消せなかったのはデータではない。順番だ。空欄のデータはもう使われている。次は俺。その夜、ゲーム機の電源は落ちた。それ以降は起動しなかった。中古ショップに持ち込んでも動作確認不可で返されるだけだった。だが選択肢は終わっていない。最近些細なことで判断が遅れるようになった。信号を渡るか、立ち止まるか、電話に出るか、出ないか。迷った瞬間、頭の奥であの決定音が鳴る。まだ消されていないだけだ。あの夜以来、私は勤務が終わるたびに更衣室の鏡を必ず確認するようになった。それまでは夜勤明けはただ早く帰りたいだけだった。衣服を脱ぎ、私服に着替え、外の空気を吸う。それだけで仕事は終わったと思えていた。あの日も夜勤自体は特別なことはなかった。急変もなく、ナースコールも少なめ。少し疲れはしたが、穏やかな夜だったはずだった。更衣室に入り、白衣のボタンに手をかけたとき、違和感を覚えた。ボタンが外れなかった。引っかかっているわけでもない。糸が絡んでいるわけでもない。ただ指がうまく動かないんだ。もう一度意識をしてボタンを外そうとした。それでも感覚が鈍くなっていて、まるで自分の手ではないみたいだった。鏡を見ると顔色が妙に悪い。夜勤明けだからとそう自分に言い聞かせた。だが鏡の中の白衣はなぜか私の体に妙に馴染みすぎているようにそう見えたんだ。布が体の輪郭に沿って張り付くような嫌な感覚。私はその時早く着替えなければ、そう思ってしまった。理由はわからない。ただこのまま白衣を着ていると何かが起こる気がしたんだ。ボタンを外すのを諦め、白衣を上から脱ごうとした。だが肩で止まる。無理に引っ張ると布が肌に吸い付くように重くなった。更衣室には私一人のはずだった。それなのに背後で誰かが立った気配がした。鏡越しに白い影が揺れる。振り向かなかった。振り向いてはいけないと直感が告げていたんだ。代わりに鏡を見続けた。そこには白衣を着た私が
映っている。ただ一つおかしい点があった。鏡の中の私はまだ帰るつもりがない顔をしていたんだ。勤務中の無表情で感情を切り離したままの顔。その表情がじっと私を見返している。更衣室の時計を見た。秒針が動いていなかった。その時背中に誰かの手が触れた。押されるようでもなく、掴まれるでもなく、ただそこにあるだけの感触。私は声を出せなかった。代わりに頭の中ではっきりとした考えが浮かんだんだ。まだ帰る時間じゃない。気がついたとき、私はナースステーションに立っていた。白衣を着たまま。私服に着替えた記憶はどこにもなかった。周囲を見ると、病棟は夜のままだった。消灯後の静けさ。勤務終了の時間はとっくに過ぎているはずなのに。その時、先輩が不思議そうな顔で声をかけてきた。どうしたの？もう一回夜勤に入るの？その言葉で背中が冷えた。私はもう終わりました。そう言おうとした。だが、喉が動かなかった。代わりに体が自然と動く。巡回ルートへ向かい、病室の前で立ち止まる。手は勝手にドアへと伸びていた。その瞬間、先輩が私の腕を強く掴んだ。次の瞬間、視界が白く弾け、気がつくと私は更衣室に倒れていた。白衣は床に脱ぎ捨てられていた。それ以来私は夜勤明けに必ず私服に着替えられているかを確認する。白衣を着たまま病棟に立っていないか。なぜならこの病院には帰らずに働き続けている看護師がいると皆が知っているからだ。そして白衣を脱ぎ損ねた人間は区別がつかなくなる。どちらが今も勤務中なのか。広前市へ越してきた日、最初に違和感を覚えたのは家の安さだった。築年数の割に信じられないほどの賃料で、内見に行った時も妙に話が早く進んだ。案内してくれた地主の老人は背の曲がった静かな男で、口調は柔らかいのにどこかこちらを値踏みするような目をしていた。契約の印鑑を押した瞬間、老人はふっと肩の力が抜けたように息を吐き、ここを気に入ってくれたのは本当にありがたいと必要以上に丁寧な礼を繰り返した。家は普通だった。間取りも広く、古い柱が少しきしむ程度で、格安の理由がわからないほどだった。ただ、
裏手には細い旧道が一本伸びていて、その道だけは土が濃く黒ずんでいた。昼間でも薄い影の幕がかかっているようで、誰かが最近までそこを通っていた気配が残っているように見えた。夕方、引っ越しの挨拶に周りを歩いたが、家の場所を伝えると住民の反応が揃って曖昧になった。ああ、そこか、と言った後に続ける言葉がなく、皆同じように裏手の道を見ないようにしていたんだ。深入りしてはいけない場所でも扱うような沈黙が流れ、その空気が妙に胸に残った。その夜、荷物を片付けていると、裏の方からかすれた足音がした。砂利を踏む軽い音で、歩いているなら近づくか遠ざかるはずなのに、距離が変わらないまま一定で続いていた。窓を開けても誰もいない。ただ風の向きと足音だけが別々に流れていて、耳がそれを追いきれなかった。初日だから聞き間違えたんだと自分に言い聞かしても、音が止むまで妙な冷たさが背中に張り付いていた。その夜、子供が地図帳を眺めながら、ここ、名前がないね、と言った。指さしたのは裏手の旧道の先に広がる一帯で、確かに地図の印刷が薄く、境界線だけがぼんやりと残っていた。何気なくページを見ているだけだと思いたかったが、子供は続けて、ここ、誰も呼ばない名前があるんだって、とつぶやいたんだ。俺はその言葉の意味がわからず、理由を聞いても首をかしげるだけだった。越してきたばかりの家はとても静かで、壁も屋根も特に何も変わったことは起きなかった。それでも裏手の旧道だけは最初から別の時間が流れているようで、夜になると土の色まで深くなったように見えたんだ。格安物件を疑う理由はなかったはずなのに、初日の夜から家ではなく土地にだけ沈んだ気配があったんだ。翌朝その旧道がどこへ続いているのか確かめようと外へ出たとき、初めて小さな違和感では済まされないものを見つけることになる。翌朝、旧道を少し歩いてみると、土の色が夜より薄くなっていた。風が通るたび、粉のように舞い上がり、踏みしめると深さの違う沈み方をした。誰かが最近歩いた跡ともつかないのに、足の裏だけが妙に重く感じた。道の幅は狭く、両側の草木は外から押し寄せられたように傾いていて、昼でも薄暗かった。その日の昼、荷物を整理していると、地主の老人が訪ねてきた。玄関先で礼儀正しく頭を下げたが、家には入らず、裏を見ないようにして立っていた。落ち着いて過ごせていますか、と、他愛のないことを聞きながらも、視線は地面の一点に吸い寄せられたままだった。旧道の方へ目を向けた瞬間だけ、老人の声が小さくなった。それは怯えるような反応だったんだ。帰り際、老人はふと声を落とし、夜だけは
裏に近づかない方がいいですよ、と言った。理由を聞いても答えてはくれず、曖昧な笑みだけ残して帰っていった。あの言い方は注意ではなく警告に近かった。安物件であることに少しずつ理由が浮かび始めているのを自分でもうすうす感じていた。午後、市役所へ住所変更の手続きをしに行った。壁に貼られた古い新聞の祝冊版が目に入った。昭和28年の紙面に広前のある一家の死亡記事が小さく載っていた。場所は今の住所と離れているはずなのに、紙面の端に貼られたメモには、元は別地名とだけかすれた字で記されていた。その地名は塗りつぶされて読めなかった。けれど、なぜか裏手のあの旧道が頭をよぎった。職員にここ一帯の古い地名を尋ねると、資料庫から色あせた地図を出してくれた。ところが、裏手に広がるはずの一帯だけ、薄い境界線のまま地名が空白になっていた。昔は集落もあったらしいんですが、何分記録が残っていなくて、と職員は言ったが、その言い方は本当に残っていないのか、それとも触れたくないのか、判別できない声だった。家に戻る途中、子供が道端の落ち葉を拾って見せてきた。葉の裏には薄い墨の線がついていて、誰かが指でなぞったような跡にも見えた。子供は、これ、名前だよ、と言ったが、どんな名前かを聞いても答えてはくれなかった。ただ、葉を見つめる目の奥に、昨日とは違う影のようなものが揺れていたんだ。夕暮れ、旧道の前に立つと、昼よりも深い影が沈んでいた。風向きが変わるたびに、奥から何かが押し戻されるような冷気が流れ込んできた。道の先は曲がっているだけなのに、先が見えない。家の中は静かで何も起きていない。ただ旧道だけ時間の層が一枚ずれているように思えたんだ。その夜、家族が寝静まった頃、裏から乾いた音が一度だけ響いた。木を叩いたような、土を落としたような、不自然に軽い音だった。耳を澄ますほど音は消えていき、気配だけが残った。決して大きな音ではなかったのに、胸の奥に小さなざらつきが沈んだまま取れなかった。そして翌朝、旧道の入り口に誰かが立っていた痕跡を見つけることになる。3日目の朝、旧道の入り口の土がわずかにえぐられていた。靴の跡ではなく、指で強く押したような深さで、形は不規則だった。夜の間に誰かが立っていたのか、踏みつけられたというより、そこにしがみついていたような跡にも見えた。触れると冷たく湿っていて、朝日が差しているのに乾く気配が全くなかった。昼前、家族で短い散歩に出かけた。裏手を避けて別の道へと向かったはずなのに、15分も歩くと景色が変わらなくなったんだ。
木の並びが繰り返しているように思えて、曲がり角をいくつも通ったのに同じ形の石垣が現れたんだ。距離を確かめようとスマホの地図を開いても、現在地の表示が遅れたままピタリと止まり、針は方向を示さない。電波が弱い場所でもないのに、地図の中だけが静かに止まっているようだった。風の流れもいつの間にか一方向に偏っていた。木の葉が自分たちの方へと押し寄せてくるように揺れ、道の奥の影が少しずつ濃くなっていく。遠くから鳥の声が聞こえたが、その声だけが距離を感じず、空気の厚さの中で張り付いたように響いた。子供が急に足を止め、誰かに見られてる、とつぶやいたんだ。どの方向かを聞いても指をささず、ただ周囲を警戒するように目を動かしていた。引き返そうとしたとき、小さな祠のような石の塊が道端にあった。図形にも見えない形の線が刻まれ、表面に薄く黒い跡がついていた。手を触れないまま横を通り過ぎると、背後で空気が揺れた。耳のすぐ後ろで誰かが小さく息を吸ったようで、振り返ってももちろん誰もいなかった。けれど草の先が風とは違う力で押されていたんだ。家に戻ると地主の老人が門の前に立っていた。いつもより顔色が悪く、額に細い汗が浮いていた。裏へ行きましたか？と開口一番に尋ねてきた。俺は散歩しただけだと言うと、老人の目がわずかに見開いた。あの道は入ってはいけないよ。あれは戻らなくなる前触れだから。と低く震えた声で言った。理由を聞こうとしても老人は答えず、ただ夜になればわかるとだけ残して去っていった。夕方、旧道の入り口に立つと、昼よりも深い影が道の奥に沈んでいた。風が吹いているのに奥の木々だけが揺れず、影が地面を伝うようにゆっくりと広がっていた。足元の土がわずかにへこみ、まるで誰かがそこを歩いた後のように沈んだんだ。空気の厚さが増し、数ほど胸に重く溜まっていった。家に戻ると、子供が窓の外を見つめたまま動かなかった。さっきあの道の場所に人が立ってたよ。と言うんだ。どんな人かを聞いても説明できないという。ただ黒い形だったとだけ。まだ姿ははっきり見えないのに、旧道の向こうで何かが形を持ち始めている気配だけが確かにあった。だが次の日、確信することになる。あの道はどこかへ続いているのではなく、どこかが近づいてきているんだと。4日目の午後、旧道の奥に薄い霧が出ていた。朝日が差しているのに、霧は一箇所に固まったまま動かず、道の表面だけを白く塗りつぶしていた。近づくほど
空気が重くなり、風が止まり、外の音が遠くへ押しやられたように消えた。足元の土は乾いているのに湿った匂いがした。生乾きの布のような、古い井戸の底のような匂いだった。霧の中を数歩進むと、景色が一度ねじれたように感じた。その瞬間、そこはもう旧道ではなかった。左右に古い木造の家が並び、板の壁は割れ、屋根の瓦はところどころ落ちていた。誰も住んでいないはずなのに、家の前に置かれた桶は濡れていて、軒下には乾ききらない洗い物が一つ下がっていた。人が使っていた痕跡がそのまま時間から切り離されたように残っていた。後ろを振り返ると来たはずの道がなかった。濃い霧が壁のように立ちふさがり、景色を塗り替えたように何も見えなかった。戻ろうとしても足が重く、空気の圧が胸にのしかかる。二歩後ろに下がるだけで息が詰まるほどの拒まれる感覚があった。村の中心らしき場所に小さな祠が傾いていた。木の表面は黒く焦げたように変色し、足元には細かい木片が散らばっていた。祠の横には倒れた柱が一本転がり、その先端には乾いた赤茶の跡がかすかに残っていた。触れなくても匂いが分かった。遠い昔の争いが地面に張り付いたまま離れていない匂いだった。家屋の一つの戸が半開きになっていて、風もないのにわずかに揺れていた。中を覗くと茶碗が机に残っており、布団がめくれたまま床に落ちていた。そこにいた誰かが途中で姿を消したような乱れ方だった。奥の暗がりには何も見えないはずなのに、目があったような気配だけが先に届いた。耳元で小さな音がした。廊下を歩くような軽い足の動きで、板の沈む響きが一度だけ空気に触れた。振り向いても誰もいないのに、家の奥からゆっくりと影が伸びてきた。人の形に見えるようでいて、輪郭が安定せず、霧の中で形を探しているように揺れていたんだ。子供が小さく息を飲んだ。ここ、誰もいなかったのに。と、震える声で言った。俺は意味がわからず聞き返すと、子供は家の奥を指さした。さっきまであの部屋にいたよ。黒い服の人、こっち見てた。霧の奥で影が一つ動いた。ゆっくりと首の高さあたりで揺れ、こちらに向きを変えたように見えた。人影が立っていた場所の後ろには倒れた井戸があり、その縁には古い字で何かが刻まれていた。読めないはずなのに、頭の奥で一つだけ言葉が形になった。杉沢。まるで誰かが耳に近づいて囁いたような重みで、はっきりとそう聞こえた。霧の中で立ち止まった瞬間、空気の重さが変わった。
村の家並みが薄く揺れ、耳の奥で低いざわめきが広がった。誰かが大勢で話しているような、しかし声ではなく息だけが集まったような、そんな圧だった。子供が急に手を握りしめ、帰ろうと震えた声で言った。だがどこへ向かっても霧の壁が立ちはだかり、旧道の方角すらわからなかった。家の間を抜けると広場のような場所に出た。中央には倒れた井戸、その横に古い木札が散らばっていた。表面には墨の線が混じり、字が崩れた跡が残っていた。その中の一枚にだけかろうじて読める線があった。丸みを帯びた筆跡で沢の字が浮かび、横にはかすれたもう一文字が並んでいた。読めないのに脳の奥で形だけが明確だった。その時、井戸の裏側から足音がした。乾いた板を踏むような軽い響きでゆっくりと近づいてきた。走るような気配ではなく、まるでその場に戻ってきたかのように一定の間隔で音が鳴った。霧の奥から黒い影が一つ浮かび上がり、肩ほどの高さで揺れたんだ。距離があるのにただこちらを見ていると分かった。影は動かない。その代わり広場の両側の家から別の影がにじむように現れたんだ。形を持つ直前の黒い人影で服が古い。昭和の頃の作業着のような色の抜けた布の輪郭。足元は地面に触れていないようで、影だけが地面に薄く沈んでいた。人数は増え続け、井戸の周りに半ば円を描くように立ち並んだ。子供が小さくつぶやいた。この人たち、みんな逃げてた。その声に返事をするように、影の一つがわずかに動いた。肩が揺れ、まるで後ろを振り返る動作を思い出したかのようだった。次の瞬間、耳の奥で短い叫び声のような響きがかすかに弾けた。声ではなく、記憶のかけらのような音だった。村の家々の中で戸が一つだけ揺れた。風もないのに奥が暗く開き、板の上に乾いた泥の跡が一本続いていた。泥の形は小さく、子供の歩幅に近かった。だがその横に重い足跡があり、明らかに大人のものだった。二つの跡が重なり、家の奥へと続いている。家族が逃げようとした痕跡ではなく、追われて逃げた後のように見えたんだ。そして不意に霧が一瞬薄れた。村の奥にある道の先に人影が一人立っていた。他の影よりもはっきりとしていて、着ている服が違った。古びた作業着ではなく、黒い羽織のようなものをまとい、顔の半分が霧に隠れている。立ち姿だけで異様な気配があり、その形はまるでこの村を滅ぼした存在のように感じたんだ。影たちは一斉にそちらへ顔を向けた。
霧の静けさに耐えきれないほどの圧が押し寄せ、空気が震えた。子供がとっさに目を覆い、あの人、まだいるんだ、と言った。わかるはずのない言葉が、なぜか村全体の空気と合わせて真実のように響いた。その影はゆっくりとこちらに向けて頭を傾けた。霧が深さを増し、足元の地面が沈む感覚がした瞬間、急に視界が白く跳ねた。気づいたとき、村の景色は消えていた。霧の中の出口に放り出されたように、旧道の手前に立っていたんだ。時間がどれほど過ぎたのかわからない。ただ一つだけははっきりとしていた。広場に散らばっていた木札のうちの一枚が俺の足元に張り付いていたんだ。そこには崩れた文字でこう刻まれていた。杉沢。旧道に戻ったとき、夕暮れが落ちかけていた。足元の木札は乾いた音を立てて転がり、墨の線が薄くにじんでいた。家までの帰り道は現実の景色に戻っているはずなのに、周囲の音がどれも遅れて届き、背中にはまだ霧の重さがまとわりついていた。玄関に近づくと、門の前には地主の老人が立っていた。いつもより顔色が悪く、唇がわずかに震えていた。俺の姿を見ると、老人は安堵とも絶望ともつかない表情を浮かべ、戻ってきたのか、と喉の奥で転がすようにつぶやいた。問い返そうとしたが、老人は続けて、見たんだな、とだけ言った。言葉の端に長い震えが染みついていた。老人は裏手を見ようとしないまま、あそこはもともと俺の村だったんだ。昭和の初め、村の者は皆、あの日に。そこで声が途切れ、肩が大きく沈んだ。生き残ったのはわしだけだ。他は霧に飲まれた。老人は自分の胸ポケットから古い木札を取り出した。表面はひび割れ、墨の線は擦れている。それでも読める文字が一つだけ残っていた。杉の字だった。その隣に当時のものらしい名字の一部がかすかに残っている。震える手で木札を見せながら老人は目を伏せた。封じてきたんだ。ずっと外へ出ないように。ここに住む者を遠ざけるために。格安物件の理由がようやくつながった。誰も住みたがらない土地を老人が必死につなぎ止めていたんだと分かった。裏の旧道は村の入り口ではなく、村がこちらへ伸ばしてくる残り道だったんだ。老人はそれを塞ぐ最後の存在で、俺たちはその結界の上に越してしまったんだ。戻った影は名を探す。と老人は言った。村が消えた日の続きを見つけようとするんだ。誰かを連れて行こうとする。その言葉の最中、家の中から
小さく何かが落ちる音がした。子供が驚いて振り返ると、中央の廊下の暗がりに影が一つ立っていた。黒い輪郭で形が霧の中と同じだった。足は床に触れず、肩のあたりだけがわずかに揺れていた。息を飲むと、影は廊下の奥へゆっくりと角度を変えた。顔は見えない。ただ視線だけがこちらに伸び、空気の温度が一気に下がる。影の足元にいつの間にか木札が落ちていた。家族の名字と並んで黒い墨で書かれた古い地名が沈んでいたんだ。杉沢。次の瞬間、影の後ろの闇が膨らみ、もう一つ、また一つと人の形が並び始めた。昭和の服、濡れた足元、誰も声を出さないまま、廊下の奥にゆっくりと集まっていく。始まった。地主の老人がかすれた声でつぶやいた。影たちは動かない。ただ数を増やしながらこちら側へと来ようとしていた。あのバスツアーに参加した日のことを思い返すと胸の奥がざわつく。観光地を巡る2泊3日。仕事続きだった俺には少しの休息のつもりだった。朝の集合場所はひんやりとしていて、参加者は眠たげに乗り込んでいく。俺は窓側の席を選び、軽く息をついた。バスが動き出すと、車内の空調の音とガイドの柔らかい説明がゆっくりと混ざり合う。そんな穏やかな空気の中で、それは突然視界に入った。山へ向かう道の途中、ガードレールの外側に一人の女の子が歩いていた。白っぽい上着に薄い色のスカート、肩までの髪が風に揺れている。小学生くらいに見えた。最初はただ近くの家の子かと思った。だが次のカーブを曲がった先にもその女の子がいたんだ。また歩いている。同じ速度で、同じ向きで。バスを追うでもなく、離れるでもなく、ただ隣の道を歩いている。俺は思わず身を乗り出した。距離も高さもあるのに、目線が合いそうなほど近く感じたんだ。だが周りの乗客は誰も気づいていないようだった。ガイドは資料をめくるのに夢中で、運転手も前だけを見ている。バスはさらに奥の山道へと入っていく。カーブが続き、橋を渡り、小さな集落の前も通過した。なのに女の子はまたそこにいたんだ。今度は舗装されていない脇道を歩いていた。足元は石ばかりなのに転びもしない。姿勢を変えないまま前へ前へと進んでいる。俺はさすがにおかしいと思い、隣の席の中年女性に声をかけようとした。しかし、その一歩手前で躊躇した。もし見えているのが俺だけだったら、そう思った途端、急に声が出なくなった。バスは観光地近くの湖沿いへ差し掛かった。朝の光が水面に広がり、景色は一気に明るくなる。客たちが窓の外に目を向け、歓声が上がる。その瞬間、湖の向こう側の細い砂利道に、また女の子が立っていた。歩いているのではなく、こちらを見ている。距離があるはずなのに、表情までわかりそうなくらいはっきりと見えた。
ただその顔は妙にのっぺりとしているのではない。遠すぎるのに輪郭だけがやけに近く感じる。そんな不自然な見え方だった。息が詰まるような違和感を覚えたとき、ガイドが突然アナウンスした。では間もなく湖畔の休憩所に到着しま。ガイドの声が突然途切れた。運転手の前に吊るされていたミラー、そこに映った後方の景色にあの女の子が映っていた。今俺が見ている窓の外ではなく、バスのすぐ真横に立っている。ありえない距離だ。バスは走っているのに、まるで並んでついてきている。ミラーの中の女の子の顔がわずかに傾いた。その瞬間、理由もなく背中が固まった。女の子は歩いていたわけではない。最初からバスの外側に張り付いていたんだ。そう思った途端、急に呼吸が乱れ、胸がギュッと縮むようだった。休憩所までまだ十数分残っていた。俺はその十数分が永遠に感じられるほど、窓の外から視線を外せなくなっていた。休憩所へ向かう道のりはいつもよりはるかに長く感じた。ミラーに映った女の子は依然としてバスと同じ速度で並んでいる。歩幅も腕の振りも見えない。ただ滑るように横を進んでいる。俺は怖くて窓に寄れなかった。けれど視界の端にどうしても入ってしまう。わずかな影の動きだけでそこにいると分かってしまった。ガイドが明るく声を出した。次の休憩所で少し長めの休憩になります。トイレなど。途中から声が震えている。ガイドも気づいているんだ。運転席のミラーの横に立つ子。運転手は前だけを見ながらハンドルを強く握っていた。指の血の気が引いている。数分後、バスが左カーブに差し掛かった。その瞬間、車体がわずかに傾き、外の景色が開けた。そして俺は見てしまった。窓に映った自分の横に女の子の顔が張り付いていた。表情はない。口も目も動かない。ただこちらを見ている形だけがある。俺は思わず目をそらした。だがその直後、指先にひんやりとした感触が触れた。コンと窓の外側から小さく叩く音がした。まるで気づいているよねというみたいに。乗客たちがざわっとした空気をまとい始める。誰も何が起きているとは言わないが、全員が視線を伏せている。さらにバスが走り、木々の切れ間を抜けた時だ。外の道の影が動いた。女の子が今度は先回りをしていたんだ。崖沿いの細道に立ち、こちらに向かって首を傾けている。その姿を見た瞬間、胸の奥がキュッと縮んだ。歩いて追いつける速度ではない。あれはどう見ても人の動きではなかった。ガイドが震える声で叫んだ。もうすぐ休憩所です。皆さん、そのままで。前方に木造の建物が見えた。観光客で賑わうはずの休憩所だ。だが近づくにつれ、景色の隅が妙に暗く見えた。光が吸い込まれるような影が建物の裏側に落ちている。バスが減速し、停車準備に入った瞬間、窓の外の女の子が急に消えた。風もないのに髪一筋残らず、ただ消えた。その時俺は悟った。あの子は歩いて追っていたんではない。バスがどこへ向かうのか最初から全部知っていた。そしてここで待っている。
休憩所に近づくほど胸の奥のざわつきは強くなった。女の子が消えたはずなのに、バスの周りの空気だけが重い。まるでどこかにもう乗っているというような圧が車内に入り込んでいた。バスが停車し、乗客が順に立ち上がる。ざわつく声、足音。けれど俺は席から動けなかった。窓の外に消えたはずの影がもう一度現れる気がして。ガイドが笑顔を作りながら言う。では、30分ほどの休憩になります。外は足元が悪いので。その時通路を進んでいく乗客たちが急に避けた。誰もいない空間を避けるように。俺は息を飲んだ。誰にも見えていないだけで、そこには何かが通っている。ゆっくりと出口へ向かって。ドアが開くと冷たい風が一気に流れ込んだ。まるで何かを歓迎するように、ぐっと空気が引かれる。客たちが外へ出る中、俺はついに見てしまった。バスの階段の一番下に女の子が立っていたんだ。さっきまで顔が遠くに見えたのに、今ははっきりとわかる。目だけが妙に大きく黒く沈んでいる。笑ってもいないし、泣いてもいない。ただ待っていたように立っている。俺と視線があった。体が固まったその瞬間、女の子は一歩だけ前へ出た。足音はない。影も薄い。けれど確実に近づいてきていた。どうかしましたか？とガイドが後ろから声をかけてきた。俺は振り切れないまま、かすれた声を絞り出した。子供が、外に。言い終える前に、ガイドが不思議そうに眉を寄せた。子供？この休憩所、今日は団体さんだけですよ。その声を聞きながら俺は、もう一度ゆっくり前を見た。女の子がすぐ目の前にいた。階段の段差を無視した高さで立っている。足は地面についていない。スカートの裾だけが風もないのに揺れていた。次の瞬間、女の子の口がゆっくりと開いた。声は出ていないはずなのに、はっきりと聞こえた。見つけた。その言葉と同時に、視界がぐにゃっと歪んだ。足元が崩れるような感覚に襲われ、思わず背中側へよろめく。気づけば女の子の姿は消えていた。だが階段には泥のついた裸足の足跡が2つ残っていた。外ではない、バスの中へ向かう形で。ガイドが血の気を失った顔でつぶやいた。靴履いていない子なんて誰も。俺は返事ができなかった。それよりも背後の通路から聞こえてきた軽い足音の方が何倍もはっきりと聞こえていた。パタ、パタとゆっくりと俺が座っていた席の方へ戻っていく足音。振り返れなかった。だが全員が知っていた。女の子は窓の外を歩いていたわけではない。最初からずっとバスの中に入るタイミングを窓越しに探していたんだ。